皆さんこんにちは、井出上漠です。今日は100の質問を私の SNS で募集したので、今から答えていきたいと思います。ではスタート。いきます。はい、バクって本名？過去今更。はい、本名です。井出上漠。これは父が名付けてくれました。2問目、休みの日は何をしてる？基本友達と遊ぶんですけど、でも2択かも。自然を見に行くか買い物するか。口癖はある？逆にある。私自分じゃ分かんないじゃん。何？確かにらしい。朝ごはん食べる派？食べないんだけど良くないらしくて、最近は野菜ジュースとか栄養ドリンクをいっぱい飲んで1日スタートって感じですかね。支度をするときはメイクと髪どっちからする？面白い質問ですね。私はまず朝もお風呂入るんですよ、夏は特に。で髪の毛をパックしてる時に乾かすんですけど、一回半乾きにするの。気持ち悪いのよ、自分でも分かってる。一回半乾きにして、で半乾きの状態で洗い流さないトリートメントつけて、でメイクに行く。でメイク終わったら乾かすっていう。夏でも湯船に浸かる？全然浸かります。なんなら湯船大好きだから、もうその季節なんて関係ないです。得意料理は？得意料理は圧倒的オムライス。超定番だけど、でも本格的です。卵も半熟だし、卵の形まで整えることができるんで、一応自分では得意です。得意ってことにしてるかな。パン派？ご飯派？圧倒的ご飯ですね。好きな季節は？なんかこれ思うのがなんか夏と冬って嫌いな人いるのと思っちゃうんですよね。嫌い？なんで？寒いから。いるんだ。どっちが好きかっていうと春、出会いの季節だから。別れもあるけどね、でも出会いもあるから好きです。10、海外で行きたいところは？これずっとイタリアだったけど、イタリアとスイスだったけど、もう最近は現実的に考えてハワイに行きたい。自分のパーツで好きなところは？鼻かな。これ全くコピーしたお母さんの鼻で、私はお母さんの鼻がすっごい綺麗だなと思ってて、で成長するに従って鼻の形っての変わってくるじゃないですか。でも今めっちゃこれもうお母さん完コピで嬉しい、好き。筋トレしてますか？筋トレしてたんですけど、筋肉は別につくんですよ、日常生活の中で。私だから結構逆にほぐす側とか筋膜リリースとか、そっち系。山と海どっちが好き？これさ、ずっと海だったんですよ。なぜなら島育ちだから。最近山。気づいちゃった。山。口癖最近気づいちゃそれ今言ったからでしょ。最近よく聞くかもしれない。本当にらしいです。おしゃれの参考にしているものとかありますか？本当にないの。めっちゃ聞かれるんですよ。本当にないの。直感。クローゼットから出して今日はこれ着たいと思ったらそれに合わせるって感じ、だから参考にならないかも。ごめんなさい。最近買った服は？最近買った服は、最近台形型のシルエットが好きで、なんか上がちょっとちっちゃめの T シャツとかに下がめっちゃダボっとしたパンツとかっていうスタイルが好きで、最近そういうデニムを1個買ったんですけど、もうドタイプな形なのね。下がフレアになってて、でそれがすごく、でもウエストはちゃんとぴったりで、自分にデニムをゲットしました。やってみたい髪型はありますか？やってみたいいっぱいあるな。黒髪のショートカットで少年少女をどっちにもこう漂わすっていうか、多分私の顔に合うと思うんですよ。だからそれやりたいかな。自宅のインテリアは何色系ですか？色統一しない系で和洋折衷っていうの。大げさに言うと和室にシャンデリアとか和室にソファとか、そういうのがおしゃれで好きだから結構そっち系です。色もバラバラに入れてるかな。
集めてるものとかありますか？集めてる。サングラスかな。最近の好きな言葉は？最近の好きな言葉、最近の好きな言葉、最近の好きな言葉、最近のってことでしょ。最近の。なんか普通のに好きな言葉は好きこそものの上手なれなんだけど、でもなんかずっとそれかもってことにしてください。20、これからやってみたいスポーツは？これからやってみたいスポーツか。そうね、ボクシングかな。かっこいいし。魔法が使えたら何をする？それね、この前も誰かに聞かれたな。私これ一択で病気を治せる魔法なの。多分ないものねだりだから、例えば人の感情が分かるようになったらそれはそれでつまらない人生になっちゃうと思うの、とかいろいろ考えて、結果私はもう絶対に病気が治る魔法、これ健康第一だし。やめたくてやめられないことはありますか？やめたくてやめられないこと、なんだろう。二度寝。変身するとしたら犬？猫？犬かな。うちの事務所のタレントに犬がいるんですけど、ワンちゃん多いんですけど、犬ってどんなことしても可愛いって言われるのだから羨ましいから犬。よく使う絵文字は？よく使う絵文字は、私カッコの中にこう笑う目とか入ってるやつある。わかります？好きなスイーツは？好きなスイーツはお団子系、もちもちしたのが好きだから、もうみたらし団子とかずんだ餅とかお餅系が好きかな。人を愛するとは？深いね。恋と愛の違いをここで出さなきゃいけないと思うんですが、愛っていうのは、例えば私がこのいう人に愛を持ってるとか、愛を持って接してるっていう人は、例えばで挙げると、お姉ちゃんとか兄弟なんだけど、切っても切れない縁の仲なんだけど、なんかその人に抱く感情って、例えばお姉ちゃんが病気で命が危ないってなった時に、心からなんかそのお姉ちゃんの身代わりになりたいとか、お姉ちゃんが生き残るなら自分が代わりに骨を去ってもいいって心から思えるような存在って、多分本物の愛があると思うから、すごい今分かりやすく言ってるからあれなんだけど、愛ってそういうことだと思う、私はね。小さい頃の夢は何？小さい頃の夢はすっごいコロコロ変わってたけど、小学生の時とかはデザイナーで、中学生に上がって美容師になりたい。これだけは毎日してるってことありますか？ポエムを1個は見て寝る。靴下を履くときは右から左から？左だわ。透明人間になれるとしたらどうする？透明人間になったらどうする？どうしよう。次。はい。好きな色は？好きな色は白。メイクで一番時間をかけるのはどこ？ベースと眉まつげ。授業中に眠気を覚ます方法はありますか？これね、見つけた時あったんです、私も。でもないですすいません。本格的に学びたいことはありますか？いっぱいあるんだけど1個だけ本格的にでも語学、これねめっちゃ思うの最近。でも何でもいいの。定番なのって英語だと思うんだけど、最近この前ねごめんね長くて、この前カフェに行ったんですよ。そしたらどっちも日本人なのにお互いに英語で喋ってるの。かっこいいと思って。でも単純に語学です。こんな人は絶対に許せない。自由であることと自己中であることを履き違えてる人はすっごい嫌いです。ここまでにしときましょうか尊敬する人のポイントを一つだけ。一つだけ？多くは語らない人。さらっと語るんだけど、その言葉に全部を詰め込んでるのだから、後々ああいう意味だったんだとか分からせる能力があるの。なんかそういう人ってすっごいかっこいいと思う。そこで全てを理解してもらおうとかしないから。昼と夜どっちが好き？昼と夜選べない。次。はい平均睡眠時間は？平均はできれば5時間は寝たいよね。
泳ぐのは得意ですか？バリバリね。島出身ですから、もう素潜りですよ。学校帰りの楽しみとかはありましたか？あった。学校の下にビーチがあるんですけど、いつもなんかそこに友達と行って2人だから言える愚痴を言い合ったりとか、今思うとめっちゃ青春してたなと思うけど。20歳になったけどお酒は飲みましたか？飲みました。もう20歳でカウントダウンでね、橋本環奈さんとねお祝いしてシャンパン開けて飲んだんですけど、でも普通に飲んでます。で、私強くなってきてると思う。バッグに必ず入っているものは？私財布と携帯からはとりあえずいいんですよ。ただお直しのリップもあったらいいな。あと最近ピアス入れてる理由はないです。はい。よく飲むものは？水。20歳を超えて自分自身や環境など変わったと感じることはありますか？めっちゃある。とりあえずお酒があることで緊張がほぐれて、ちょっとこう打ち解けられるようになるとか、交友関係は圧倒的に広がったと思う。かき氷のナンバーワンの味は？ブルーハワイかも。目玉焼きにかけるものといえば？塩コショウ。最近デビューしたこと何かありますか？最近サウナデビューしました。いや、これほんとずっと行きたくって、でね、デビューなのに一人なの。誰か誘いたかったんだけど、本当は。映画館の座席はどの辺が好き？圧倒的端っこ。今年の夏したいことは？花火大会に行く。花火大会、夏祭りに行く。お祭りの屋台で外せないものは？お祭りの屋台で外せないのはやっぱり焼きそばかな。継続は力なりって言うけど継続できないです。誤解を生みたくないからちょっと言い方に気をつけたいんだけど、継続って確かに大切だと思うんだけど、ただ継続してそれが実らないこともあるじゃないですか。もちろんのごとくね。だから結局継続できるかできないかって自分が本気か浮ついてるかっていうところだと思うんですよ。っていうところもあるし、向き不向きとか、あとは与えられた環境が自分に合っているのか合っていないのかとか、なんか全てのタイミングとチャンスが一致した時に私はその実るということができると思ってるので、そのなんか継続することが全てではないとは思う、私は。はい。お気に入りの写真見せて。私の母親の昔作ってたキャラ弁とかどうですかね。こんな感じです。はい。次、20代前半のうちにこれだけは叶えると決めてることはありますか？前半のうち25までってこと？25か、もうすぐだよ。5年間ね。でもさ、やっぱ語学じゃない？ちょっと英語25までに全て入れます。頑張る。地元での夏エピソード聞きたいです。地元はもう島だから夏が一番大盛り上がりなんですよね。で、私はいつも祖父が漁師なんですけど、祖父の船に乗って沖の方に行って飛び込んだりとか。めっちゃ夏だよね。女の子を花火に誘う時どうすればいいですか？普通に誘いなよ。でも多分そこで断られたら脈はないと思った方がいい。はい。枕は高い派低い派？高い派です。そば、うどん、ラーメン、どれが好き？圧倒的そば。仕事で自分と意見の合わない人がいたらバクちゃんならどうしますか？でも私否定されるの好きなんですよ。別に意見が合わないとかっていうのは価値観とかその人なりの実績とかもあるから、別にそこは話す場っていうのが仕事だと思うから、私は別にそこはいいんですけど、もしその人がすごい頑固で私の言うこと全てまずは否定で入るとか、そういう人だったらなしですかね。バクさん流のリフレッシュ方法はありますか？リフレッシュ方法はもうこれは自然を見に行く一択ですね。焼肉か焼き鳥ならどっちが好き？待って、すごいいい質問。考えたこともないけどいい質問。究極だね。焼き鳥。はい。バクさんの直感は当たりますか？私めっちゃ当たるんですよ。怖いぐらい。癖とかありますか？癖？笑う時ここに手をかざしてとかやっちゃうこと。学生時代に一番夢中になったことを知りたいです。部活？
中学校はバレー部だったんで、もう3年間圧倒的部活に青春を注いでて、高校の時は私も高校1年生でジュノンボイコンテスト受けたんで、もうそっからはもう全部コンテストでした。今気になっている人や物ありますか？なんだろう、あれです。生け花やりたい。ちょっともうこのね、私がいけないとこって生け花やりたいだけでいいじゃないですか。そこについてすごい詳しく語っちゃうけど、これだけは言いたくて、お花扱える人ってすごい美しいと思うので、家の中に入った時にお花を飾ってる人、私すごい惚れるんですよ。この人素敵って。生き物をこうやって芸術と捉えて、美しいものをさらに美しく飾るセンスが好きと思うんですけど、私はそこを磨きたいから生け花やりたいですよ。上京してよかったなと思う瞬間は？何でもある。もうほんとこれだけ朝のルーティンありますか？朝のルーティンはシャワー浴びてかな。付き合うってどういうことですかね？そうねもう私さ、恋愛系の質問ほんと長いから、この100の質に持ってきちゃいけないですよ。私はお互いに求め合ってもそれが許される関係だと思うの。友達と恋人との違いでいうと、友達ってこれ言い方は悪く聞こえるかもしれないけど、都合のいい関係だと思う。例えば寂しい時にみんな集まってくれるとか、自分が失恋した時に慰めて、じゃあ今日飲みに行こうよとかって言ってくれたりとか。でもそれってさ、恋人にはさできなかったりすることじゃないですか。自分が寂しいから会いに来てっていうのも言い方とか考えちゃうじゃん。いちいち可愛く言った方がいいかなとか。でも友達にはそんな気使わないでいられるじゃん。そういう違いだったりする。伝わる伝わんないみたいけど私はそうだと思う。あとはお互いを見つめ合うことじゃなくて、同じ方向性を見つめ合える関係性が私はお付き合いする関係性だと思うよ。わくちゃんにとって恋愛における重要だと思うことは何ですか？私もうこれ一択なんですよ私見つけてしまったの。思いやり。これ一択なんです。お互いに思いやれるかどうかっていうところが、これは愛を育む上で一番大事なことだと思う。国内で一番好きな観光地は？私自然めっちゃ好きって言ったんですけど、長野県の上高地もう絶対行った方がいいです。ほぼスイス。最近買って良かったものを教えてください。最近あります。スティックタイプの日焼け止めなんですけど、簡単に塗れるのね。チューブから出すとかめんどくさいなっていうのがなくていいです。幸せを感じるときは？これもちょっとうるさいけど私幸せって感じるものじゃないと思うんですよ。幸せって気づくものだから、待ってるんじゃダメなんですよね。確かにふとした時に幸せって感じることもあるし、でもふとした時だからこそ幸せがすっごく大きく感じるんだろうけれど、幸せってその辺に転がってんのよ、たくさん。まず辛い時に支えてくれる友達がいたりっていうことも、これも幸せでしょ。当たり前の関係だったら幸せなんて気づけないんですけど、でもそれに気づけたら幸せなんですよ。だから私は幸せっていうのは感じられるかどうかじゃなくって、気づけるかどうかだと思う。だから気づける心があるかどうかって、人生が豊かになるかどうかってとこに紐づくと思いますよ。わくちゃんのモットーは？モットーは母が、私が上京する前にくれた言葉で、謙虚でいなさいって言葉があって、それをずっと大事にしてるかな。だからモットーは謙虚でいることです。得意だった教科は何ですか？体育と美術です。最後の晩餐は何を食べますか？これ決まってて、母が作る肉じゃが。人として好きと恋愛として好きの違いは何だと思いますか？わかるよわかる。辛いんだよねそういう質問をくれた人って今、あれ恋人の好きってなんだっけって考えちゃうことがあったんでしょ。教えてあげるよ誰例えばラブとライクの違いっていうところを分かりやすく言うと、私は幸せになってほしいっていうのは、これってよく使うじゃん、恋人同士でも別れ際とかに。でもこれってライクなんですよ。幸せになってほしいという感情はライクなの。大事な存在、素敵な存在、応援したい存在。でもこれってライクなの。ラブだったら幸せになってほしいじゃなくて、自分が幸せにしたいなんですよね。私はここの違いだと思う。好きなお花は？好きなお花はかすみ草です。花言葉は永遠の愛。
大好ロン毛の男は嫌いですか？き。全然好きです。私が描いてるロン毛の方はあれですよ、色気系ですよ。わかります？切ってなくて髪が伸びちゃったとかじゃなくて色気系のですよ。まあもうグッと思います、はい、何もかも嫌になった時どうやって自分のメンタルを保ってますか？嫌になった時は結局一人でいれないから、私はもう友達に集合をかけて友達と会う、話す、笑って終わるっていうやり方かな。ファンからの言葉で嬉しかったエピソードありますか？私、高校生の時から芸能界に入ったんですけど、ちょうど私コロナ禍だったんですよ。いろんなイベント含め人と会うとかファンの方と会うっていうことができなかった環境下で落ち着いてきて、久々にそのファンの方とお会いする機会があった時に涙しながら手震えながら本当に私救われましたとか言ってくれた時に、やっぱりさ SNS とかでもこうかけてくれて嬉しいけれど、やっぱ文字だけじゃ伝わらないものってあるから、でもああやって実際に全てを見ると、本当になんか私のこのお仕事のやりがいを感じて、なんかね心が温かくなりました。はい、だからありがとうございます皆さん。いつも携帯はケースをつける派？つける派です。ガングロギャルになってみたい？めっちゃなってみたい。白いとか書いちゃったりなんかしちゃったりなんかするぐらいのギャルやってみたいです。眠れない時はある？そんな時どうしてますか？眠れない時はありますけど、なんか私が好きな言葉に悔しかったら寝ろ、寝られなかったら朝焼けを見に行けっていうのがあって、結構私無理して寝ないかも。私が理想なのは辛い時に友達とかが車に迎えに来てくれて、海の方までドライブで語りながら行って、ちょうど朝焼けの時間に朝焼け見て帰るっていうのがベストです。最近のストレス発散方法は？最近のストレス発散方法は、私めっちゃ歌書くの好きで、歌って詩の方ね、こう伝えたい感情とか思ってることはあるはずなのに言語化できないとか、それがすごい悔しいっていうのがあったの、ずっと。でそこから言葉を知りたくって、本読んだりとかそういうの見てるうちに自分の感情を歌にするのが趣味になったんですよ。最初趣味だったの。イライラしてる時もすごい感情に波があるんだけど、その時にその時の感情を歌にするので、その歌を読み返してすっごいいい歌できたと思った時に、それの悩み一気にぶっ飛ぶんだよねそれがすっごいストレス発散で、最近はもうそればっかです。はい、体型維持はどうしてますか？体型維持はもうストレスをためないはい、はい。好きなタイプは？好きなタイプは一択で、優しい人。別にその見た目とか顔とかは全部好きになった人がそのタイプだから、ただ優しいっていうところだけあれば何でもいいです。好きな色は？好きな色は白。学生時代スポーツ何かしてましたか？学生時代は中学バレー部、保育園の時レスリング、小学校の時バスケットですはい、将来の夢は何ですか？将来の夢は幸せ者になるです。今までで一番嬉しかった褒め言葉は？なんだろう、私ねかっこいいなんですよねが一番嬉しい。それってあれね、生き様みたいなところをかっこいいって褒めてくれるとすごい嬉しいです。男女の友情は成立すると思いますか？いやこれさ、一回語らないちょっと待って、一回語らない？ここだけの企画作りたいぐらい語りたいんだけど、ここ成立すると思う？思うよね。私も思うの。ただ私を囲う周りの友達は 100% で成立しないの。多分それって経験だよね。永遠のテーマってことにしときましょうか。はい、今のマイブームは何ですか？今のマイブームは最近は、それこそ歌を書くのが好きって言ったんだけど、読書。結構ね歌が書きやすい歌のために生きてるみたいになってるけど、でもなんかボキャブラリーが増えそうボキャブラリーがボキャブラリーボキャブラリーが増えました。親友ってどこからが親友だと思いますか？そうね、これも最近いい言葉見つけてさ、
その言葉を紹介しますね。親友っていうのは毎日遊んでいても飽きない関係ではなくって、ずっと会っていなくても久々に会った時に昨日の続きのように遊べる関係性で、またはお互いの幸せというものを無条件に応援し合える、支え合えられる関係性が親友らしくって、確かにこの無条件ってとこがすごい刺さって、私も親友いるから私もそういう存在だなって。だからそういう存在になれてたら親友なんだと思います。好きなゲームありますか？ゲームはお気に入りはないんですけど、なんか流行ってるのとかこれ楽しいっていうのがあったら、コメント欄で教えてください。ファッションやメイクなどのアイデアを生み出すために日頃からしていることは何かありますか？最近思うのが、最近の流行りだけを知るのはダメだと思った。やっぱり昔にどういうものがあったかとか、それはメイクもファッションもね、どういうものがあってどういうものが流行っていて、でこれを意外と現代に紐づくとつながってんじゃんとかってことがあるんだよね。例えば肩パッドが入ったジャケットとかってさ、昔と全く違う着こなしをされてるんだけど現代では。でもそれが流行っていた時代のを知ると、意外とジャケット一つを取ったら全然変わってないの、昔と全く同じような形だったりするんだけど、なんかそれをどう着こなしてるのかとかっていうところを探るとすごい面白いし、時代って一周してくるんだとかって思うと、今着てる服がじゃあまた2、30年後流行るのかなとかって考えると、どういう着こなしをまたされるんだろうとか考えるのがすっごい楽しくて、だから絶対に今だけを知るんじゃもったいないなとは思う。来世は何がいいですか？来世は人間であるというところは絶対手放せなくって、あと今自分ができないこと、できることもたくさんあるんだけど、できないことに才能が開花してる人がいいな。一日の中で好きな時間帯はいつですか？朝日が上がる時間か夕日が沈む時間でいいかな。すごい綺麗に言っといた。バク君流のモチベーションの上げ方を教えてください。モチベーションの上げ方、形から入る。例えばすっごい嫌なことがあって、今日一日頑張れないかもと思った日にこそメイクに気合を入れるとか、ファッションに気合を入れるとか、ちょっとずっと欲しかったコスメとか靴とかをゲットしに行こうとか、なんかこう形から入るかな。無理やり感情を起こそうとか思わない。無理だもん。自分を好きになるにはどうしたらいいですか？自分を好きになるには自分のダメなとこと嫌いなとこを知ることだと思う。私が自分を愛する瞬間って、自分のダメなところをもともとちゃんと知っていて分かっていて、自分はこういう人間だというベースがあって、それがいろんな人と関わったりとかいろんな経験値を踏むことによって変わった自分っていうのを知った瞬間なの。成長してるな自分って、自分がちゃんと周りからの刺激じゃなくて自分でそれを感じた時に一番自分を愛せる瞬間なの。だからでもそれって自分がどういう人間であるかっていうところをベースを知っていないとダメだと思うのね。意外と自己肯定感が低い人とか、自分をちゃんと愛せないんです、自分のことを好きになれないんですっていう人ほど、なんか自分の嫌いなところから目を背けてるっていうか、私はそんな気がするのよね。私だって嫌いなところはたくさんありますよ。これはもう人生は続いていくものだから、その時その時によってどんどん増えていくの、自分の嫌いなところって。だから自分が 100% 好きっていう状態はないと思う。ただ自分の好きな状態が 60% で嫌いな状態が 40% っていうところは作れると思うんだけどね。だからまずは自分の嫌いな部分とかをちゃんと受け入れて、ダメなところを知るところからじゃないでしょうか。はい、最後です。はい、バクちゃんの尊敬している人は誰ですか？私の尊敬してる人は一人、母です。はい、これはねもうねずっと変わらないと思いますよ。もうね一番お世話になっておりますからね。はいですね。ありがとうございます。終わったよ100室。皆さんどうでしたか？こういうの楽しい。 YouTube っぽい私意外と100って聞いておおっと思って、ちょっと答えられるかなとか思ったんだけど、めっちゃ楽しかったからあっという間すぎてびっくり。1個の質問に対して3個ぐらい返しちゃうから、もう癖なんです、ごめんなさい。けどこれは今の私の記録ということなんで、どんどん私も変わっていく答えもあるだろうし、そこはこの YouTube で見届けてくれたら嬉しいなと思います。またやりたいよね。また違う質問とかやりたいので、
またその時は皆さん質問たくさん送ってください。では皆さんご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。じゃあね、バイバイ。